サイコガンダムマーク2の系譜 MRX010 サイコガンダムマーク2は地球連邦軍のニュータイプ研究所の一つである村雨研究所が開発したニュータイプ専用大型可変モビルアーマー MRX009 サイコガンダムの系譜を受け継ぐ後継機であり、サイコガンダムの実戦データと運用データを参考に再設計が行われ完成に至った機体がサイコガンダムマーク2である。サイコガンダムは機体全高40メートルという巨大な体躯と圧倒的な火力、モビルフォートレスと呼ばれる可変形態を有する反面、運動性能の低さに加えてパイロットとなる強化人間の不安定さ、サイコミュシステムの完成度の低さという様々な問題点を抱え、ニュー香港強襲キリマンジャロ基地防衛という戦いに実戦投入され、その制圧力によって絶大な力を示してみせたものの、容易に敵モビルスーツの介入を許し行動不能もしくは撃破されてしまうという脆さも併せ持っていた。そんなサイコガンダムの運用データをもとにして宇宙船仕様に再設計されたサイコガンダムマーク2はティターンズに命じられる形で前身機と同じく村雨研究所で開発が行われ、後にオークランド研究所に運用権限が移動。グリプス戦役時に大破し放棄されていた本機をハマーン・カーン率いるアクシズ、後のネオジオンが接収し改修改良を行い完成体を迎えるという特殊な開発経緯を持っている。媒体によってはオークランド研究所が開発という記載もあるが、元の開発機関は村雨研究所であり、型式番号に村雨研究所を表す MRX が与えられているのはそのためである。サイコガンダムマーク2の実戦投入。宇宙世紀0087 6月に地球上での反地球連邦組織カラバの大型輸送機アウド村を追撃するためティターンズから要請を受けた村雨研究所は政治的判断から協力を受諾。北米大陸を脱しニュー香港へと到着したアウド村を撃墜するためサイコガンダムとフォー村雨の初めての実戦投入が行われ、それから約半年後となる宇宙世紀0087 11月、改良と改修を終えたサイコガンダム2号機と再調整されたフォーがティターンズのキリマンジャロ基地防衛のため投入されているが、エウーゴとの戦闘によってサイコガンダム1号機2号機はパイロットであるフォーと共に喪失。グリプス戦役も終盤に差し掛かり戦場が激化していく中でキリマンジャロ基地防衛に失敗したティターンズは地上での重要拠点を失い宇宙での活動を余儀なくされてしまう。そこでティターンズは早急にサイコガンダムに代わる宇宙船仕様の機体と強化人間を欲しており、村雨研究所は開発していた未完成のサイコガンダムマーク2を提供。これ以降は地球連邦軍のオーガスタ研究所による運用へと管轄を移し、パイロットにはオーガスタ研究所で再調整を受け、バスクオム大佐が編成したニュータイプ部隊に編入されたロザミア・バダムが任命されることになる。村雨研究所からオーガスタ研究所に運用が移された経緯に関しては、一説によれば村雨研究所はフォウの強化人間としての不安定さと暴走によって信用を失ってしまうとともに、強化人間のパイロット候補も残されていなかったこと、さらにはバスクオム大佐が編成したニュータイプ部隊にオーガスタ研究所の強化人間インストラクターローレン・ナカモトが専属スタッフとして派遣されたためとも言われている。このローレン・ナカモトはグリプス戦役以前から戦争孤児であったロザミアの強化に携わってきたと言われており、ニュータイプ部隊に編入後も調整役としてロザミアや強化人間ゲーツキャパの監視を行っていた。宇宙に主要な活動拠点を移したティターンズは反抗的なスペースノイドの粛清とエウーゴに対する武力攻勢をより促進させるため、月面都市グラナダに落着しようとするアクシズ阻止に奔走するアーラマを強襲撃墜するべくバスクオム大佐の特命を受けたロザミアとサイコガンダムマーク2が実戦投入のため出撃を果たしている。しかしロザミアの度重なる強化と強制的に刷り込まれた偽りの記憶によって強化人間としての不安定さと記憶の混濁により暴走。サイコガンダムマーク2の性能を十分に発揮することができないまま撃墜されるという悲惨な最後を迎えることになる。ネオジオンに接収されて以降はハマーンの意向によりトト家出身の将校グレミートトへと送られ、修理と機体解析が行われた後にモビルアーマー形態への変形機構とミノフスキークラフトの調整が完了し、地球圏での重力化飛行も可能な機体として完成。グレミー率いるエンドラ級サンドラに搭載されたサイコガンダムマーク2が
北欧のダブリンに到着したアーガマを撃墜するため、グレミーの切り札として生み出されたニュータイプ部隊のクローン兵プル2をパイロットに迎え出撃。プル2はロザミアの感覚が残る本気を重いと表現しつつも、ロザミアでは発揮しきれなかったサイコガンダムマーク2の性能を十二分に発揮する力を見せつけている。サイコガンダムマーク2の性能。前述の通り、グリプス戦役末期にサイコガンダムの運用データを元にして宇宙船仕様に再設計されたサイコガンダムマーク2は、前進機を上回る火力と機動力の獲得を目指すとともに、地球圏最強の機動兵器の誕生をコンセプトに開発されており、ニュータイプ専用機としてサイコミュシステムの搭載、ミノフスキークラフト、アイフィールドジェネレーターの採用、可変機構の導入など現存するあらゆる技術を投入し開発されることになる。しかしティターンズが想像以上に追い詰められ、早急に実戦投入された本機はミノフスキークラフトを搭載した専用シールドの調整に難航し、モビルフォートレスとも呼ばれるモビルアーマー形態に変形できない状態で実戦投入されている。脱出分離機能を有する頭部にはサイコミを介した脳波コントロールによる機体制御や火器管制を行うため、複雑化した機構のコックピットが内蔵されており、後頭部の下部には脱出分離用のスラスターが3機搭載。サイコガンダム2号機と同じく機体外部から機体制御、戦闘行動などを遠隔操作可能になるサイココントロールシステムも頭部に搭載しており、非常に優れた技術ではあるものの、パイロットへの精神的肉体的負荷は極端に大きいとされていた。またサイコガンダム1号機2号機に続く3号機にあたる機体となった本機は、技術者の中にはマーク3と呼ぶ者もいたと言われており、側頭部にはサイコガンダムマーク3の刻印が刻まれている。ネオジオンの改修改良処置が施され完成に至ったモビルアーマー形態時には、全身に搭載されたメガ粒子砲、背部にマウントされたレフレクタービット、さらにはミノフスキークラフトの搭載による大気圏内での重力化飛行能力に加えて、10機のバーニャを駆使したサブフライトシステムに匹敵する機動力によってサイコガンダムをはるかに上回る火力と機動性能を獲得している。サイコガンダムマーク2の武装。40メートル級の機体サイズに固定兵装となるメガ粒子砲に加えてオールレンジ攻撃を可能にするサイコミュ兵器の搭載など圧倒的な火力を有する一方で、モビルスーツの恐竜的進化の先駆けともいえる本機のメンテナンス性や生産性は劣悪であり、短期で敵機を殲滅する巨大なサイコマシーンという、まさにワンオフ機としてこの時代屈指の攻撃力を誇る仕様に仕上がっている。頭部の額部に2機、両肩部、腰部、膝部などに計20機搭載されたメガビーム砲に加えて、腹部には3連装メガ拡散ビーム砲を装備。それぞれが空間戦闘を想定した武装となっており、移動しながらの360度全方位攻撃は移動砲台と呼ぶにふさわしい攻撃力を有しているとともに、両腕部にはサイコミ制御式の有線サイコミ式ビームソードを装備し、ビーム砲としても機能するこの装備は手首が90度展開し、大型のビーム刃を形成。 MSN02 ジオングの機構を取り入れたスラスター搭載型の有線式射出機能により、サイコミを介した遠隔誘導によって敵機を撃破することが可能になるとともに、この前腕部は指部ビーム砲としての機能も備えている。またモビルアーマー形態時に背部に露出する射出口から無線誘導式端末レフレクタービットも展開可能となり、フィールドシステムを備えるこの端末はアイフィールドを形成することでビームを反射させる機能を有し、本機から放射されるビーム砲を屈折させることでオールレンジ攻撃を繰り出すことが可能になるとともに、敵機のビーム砲も反射させる防御機能も有している。防御装備としての機能だけでなく、ミノフスキークラフト発生機としての機能も有するシールドはモビルアーマー形態時での補助翼にもなり、モビルスーツ形態時には腕部のマウントラッチに接続される形で装着されているため、任意でパージすることも可能になっている。ネオジオンは接収したサイコガンダムマーク2の回収に加えて機体解析も行っており、これによって得られた技術を流用したことで、当時の最強ニュータイプ専用モビルスーツ NZ000 クイーンマンサ、ニュータイプ専用10モビルスーツ AMX015 ゲーマルクなどの第4世代モビルスーツの礎を築いた機体となり、一説によれば第一次ネオジオン構想時代の AMX004 キュベレイへの技術的関与もあったとも言われている。 MRX011 量産型サイコガンダム。ティターンズがサイコガンダムマーク2をベースに一般的なエースパイロット用の機体として
軍産複合企業アナハイムエレクトロニクス社に生産を依頼した機体が量産型サイコガンダムである。この機体は可変機構とサイコミを排除し、一般パイロットでも扱えるよう準サイコミ兵器インコムを搭載。その他の武装に関してもサイコガンダムマーク2と遜色ない仕様でありながら、機体全高は27メートルという実に13メートル近いダウンサイジングを果たしており、第4世代モビルスーツクラスの性能を持つ機体として完成を果たしている。前述の通り、生産にはティターンズの依頼を受けたアナハイムエレクトロニクスが行っているが、開発自体は村雨研究所が関与しているため、型式番号には MRX が与えられており、頭部はアナハイムエレクトロニクス製ガンダムを象徴するような後部に長い仕様になっており、コックピットはベース機のサイコガンダム系列と同じく頭部に搭載されている。武装に関しては両腕部に搭載された優先式誘導兵器優先ビーム砲、胸部に3機1列に搭載された拡散メガ粒子砲、同じく胸部にマウントされたメガコンデンサー直結式の高出力ビーム兵器収納式ハイメガバスター、膝部搭載の準サイコミュ兵器インコムユニット、膝部固定装備のハイパービームサーベル、実体弾兵器としてグレネードランチャーを14機装備など強力かつ多種多様な兵装を装備。複数機が建造され、月面都市イプシロンのアナハイムエレクトロニクス社第38モビルスーツ工場を襲撃した際には FA00100S フルアーマー100式機械と戦闘を行っている。旧 RX006 ゲミヌス。ゲミヌスは地球連邦軍が設立したニュータイプ研究機関の一つ、チャクラ研究所が開発した可変モビルアーマーであり、新世紀エヴァンゲリオンに登場する使徒のような外観のこの機体はサイコシップと呼ばれる機動兵器である。ゲミヌスを開発したチャクラ研究所は東南アジアに位置するニュータイプ研究施設の一つであり、村雨研究所やオーガスタ研究所などと同様にティターンズの指揮下に属していたが、グリプス戦役におけるエウーゴカラバの戦局的構成に転じてカラバへと寝返っている。そんなチャクラ研究所が開発したゲミヌスは強化人間を制御ユニットに組み込むとともに、全身に搭載されたメガ粒子砲とサイコミ制御式の遠隔誘導兵器の採用、さらには可変機構を有する超大型機動要塞という機体構造を有しており、村雨研究所で開発されたサイコガンダムやサイコガンダムマーク2に近しい開発コンセプトによって完成している。サイコガンダム系列とは異なる方法でアプローチした機構がコクピット構造であり、チャクラ研究所が育成した僧侶と呼ばれる感情を抑制した強化人間6人をパイロットとして採用。同時並列機体制御と呼ばれるこのコクピットシステムはサイコガンダムなどに組み込まれた精神的不安定さを持つ強化人間に対してパイロット技量は劣るものの感情の起伏が見られず、安定的な僧侶6人が情報処理、機体制御、火器管制を同時進行で行うため、70メートル級と呼ばれる超巨大可変モビルアーマーゲミヌスの安定化に成功している。可変機構も非常に特殊な機構を有しており、一本足のモビルスーツ形態、下半身のみを変形させた中間形態、上半身下半身合わせて正八面体に変形させたモビルアーマー形態という宇宙世紀時代ではなかなかお目にかかれない形態を有するとともに、武装に関しては衛星軌道上から地上を攻撃可能なメガ粒子砲、全身に計38門搭載した変更ビーム砲、指部ビーム砲によるオールレンジ攻撃が可能な無線誘導式反動装備、さらにサイコミモビルスーツと呼ばれるビームサーベルとビームガンを内蔵した遠隔誘導攻撃端末ハスターを8機搭載し、圧倒的な火力と空間戦闘能力、70メートル級とは思えないモビルアーマー形態による高い機動性などで3機のゼータガンダム3号機を相手に優位な展開を披露している。 MRX012 サイコガンダムマーク3、1997年にバンダイから発売されたガンダムザ・バトルマスターに登場したゲームオリジナルの機体であり、サイコガンダムの名前と外見的特徴を受け継いだ機体である。村雨研究所やオーガスタ研究所は開発に関与していないものの、型式番号には MRX012 が与えられており、後述する MRX0133 サイコガンダムマーク4 G ドアーズへとつながる設定になっている。全身に搭載されたメガ粒子砲に加え、両腕部からはビームソードも形成可能となるが、モビルアーマー形態に変形できるかどうかは不明とされている。 MRX0133 サイコガンダムマーク4 G ドアーズ、この機体は
サイコガンダムマーク43号機として旧ティターンズ残党が開発したモビルスーツである。宇宙世紀0091ロンドベル隊所属のアムロレイの乗る MSK008R リックリジェに撃墜され、頭部と背部に装備していたサイコミュ兵器サイコプレートが旧式スペースコロニームーンに漂着。それから1年後の宇宙世紀0092ネオジオンが開発したニュータイプ専用試作型モビルスーツ AMS123X バルギルの胴体部にジードアーズの頭部とサイコプレートをすげ替えたことでムーンガンダムとして生まれ変わるという経緯を持つ。サイコガンダムマーク4ジードアーズの開発にはミスター・エンキドゥを名乗るある男が関わっており、旧ティターンズ残党は元ニュータイプ研究所出身の技術者もいたことから、その環境をミスター・エンキドゥに利用される形でサイコミデバイスであるサイコプレートの研究が秘密裏に行われ、完成した機体データとサイコミデバイスのデータを回収した後に秘密保持のため匿名によりロンドベル隊に密告。ティターンズ残党もろとも完成した機体は始末されるよう仕向けられ、前述に述べたアムロレイの乗るリックリジェとの戦闘につながってくる。なおこの戦闘から1年後に完成したムーンガンダムと戦闘を行ったアムロはサイコプレートの威力と有用性を実際に肌で感じ、この時まだ設計段階であったニューガンダムが後に装備することになるフィンファンネルの着想をサイコプレートから得ている。逆襲のシャアへとつながる系譜であり、重要となるミスター・エンキドゥの正体目的についてはぜひ機動戦士ムーンガンダムをご覧ください。 ORX013 ガンダムマーク5。ガンダムマーク5はグリプス戦役時サイコガンダムマーク2の小型化を目的としてオーガスタ研究所で開発され、ティターンズに配備される予定となっていた機体である。ガンダムの名は冠しているものの、サイコガンダムと同じくガンダム系列とは機体構造は全く別物であり、全部で3機のガンダムマーク5がロールアウトを果たしているが、グリプス戦役が激化していく中でエウーゴへと戦局が傾いたことをきっかけに、前述のオーガスタ研究所に所属していたローレン・ナカモトが試作機となる本機とともにアクシズ側へと出奔。アクシズがこのガンダムマーク5をベースにサイコガンダムマーク2で得られた技術を流用、徹底的に解析し完成した機体が AMX014 ドーベンウルフだと言われており、このドーベンウルフは第4世代モビルスーツに位置づけされる高性能機となっている。また別の1機は地球連邦軍ブライアン・エイノー中将が指揮するエイノー部隊に配備されるが、小惑星ペズンで反旗を翻したニューディサイズ側にエイノー艦隊が寝返ったため、これ以降ニューディサイズのモビルスーツとして運用されることになる。本来のガンダムマーク5はオーガスタカラーと言われるアイボリーを基調とした機体であり、専用のビームライフルを装備しているが、ニューディサイズにダッシュされたこのガンダムマーク5が一般的に広く知られる機体になるとともに、カラーリングはニューディサイズカラーのブルーに塗り替えられている。胸部には大出力ジェネレーターと準サイコミュ用コンピューターを冷却するための大型エアダクトが搭載され、機体を支える大型の両脚部には2機のスラスターがマウントされたことで高い機動性を実現。武装に関してはニューディサイズが用意したビームライフル、ビームカノンとしての機能も有するビームサーベル、オプション装備として両肩部にマウント可能な3連装式の肩部ミサイルポッドを左右に2機ずつ装備、シュツルムブースターを内蔵したシールドも装備しており、背部のバックパックにマウントすることで補助ブースターロケットとして運用可能となっている。さらにガンダムマーク5、ドーベンウルフともに準サイコミュ兵器であるインコムを背部に搭載し、一般兵でもオールレンジ攻撃が可能になる仕様に仕上がっている。 AMX014 ドーベンウルフ。前述の通り連邦軍から持ち込まれたガンダムマーク5をベースにサイコガンダムマーク2の技術も流用することで完成した機体がドーベンウルフであり、サイコガンダムマーク2の基本性能と火力を維持しつつ約15メートルものダウンサイジングに成功している。ドーベンウルフ最大の特徴が一般パイロットでも運用可能な準サイコミを搭載したところにあり、これはあくまで機体制御や操縦系統には反映されることはなく、遠隔誘導攻撃端末となるインコムのコントロールに用いられた新型のサイコミュシステムである。両脚部はガンダムマーク5から受け継がれた機体を支える大型の脚部が採用され、高い機動力と火力、短期で多数の敵機を圧倒可能な第4世代高性能モビルスーツとして完成している。武装は
ジェネレーター直結式の拡散ビームと収束ビームによる打ち分けが可能な胸部メガ粒子砲、ビームライフルとしての機能を有するとともに、胸部メガ粒子砲と接続することで大出力ビームを放射可能となるメガランチャー、ビーム砲としての機能も併せ持つビームサーベル、頭部に搭載された30ミリバルカン砲、ジェネレーター直結式の片部ビームキャノン、専用パイロンに搭載された2機の対艦ミサイルに、バーニアバインダーにマウントされたマイクロミサイルポッド、背部には2機の準サイコミュ兵器インコムを搭載。さらにビームハンドとなる前腕部を射出し、無線誘導式の攻撃端末としてコントロール可能な指揮官機も存在しており、こちらは射出した前腕部に代わって学習デが展開し、ビームサーベルを保持する簡易型のマニピュレーターとして機能することが可能となる。サイコガンダムマーク2における TR 計画への影響。 TR 計画とはティターンズが立案し主導することで進められた次期主力兵器開発計画とされ、パーツ換装による万能化と汎用性の獲得を目的とした万能化換装システム、新規開発を繰り返し発生した機種数の乱立に伴う整備性の悪化を改善し、メンテナンス性を向上させるための機種統合計画、そして万能化換装システムの複雑な運用機能をバニスと呼ばれる強化人間人格対応 OS によって制御させるシステムなど、 TR1 から TR5 で実施されてきた様々な試験運用を経て完成した兵器体系が TR6 と呼ばれている。この TR6 はモビルスーツ単一の故障ではなく、コアモビルスーツとなるガンダム TR6 ウンドウォートを核に戦況やミッションに応じて強化パーツユニットを装備し、多種多様でありながら規格統一された絶対的な強さを持つ機体を完成させることが可能になる。これらの各形態は各勢力が誇るモビルスーツ、モビルアーマーなどの対抗兵器としての概念で設計開発がなされており、その中でも MSN02 パーフェクトジオングや MA08 ビグザム、クインマンサなどの大型兵器に対する対抗兵器としてサイコガンダムマーク2の腕部や脚部を TR6 に装着したギガンティックアームユニット形態が存在。その形態が RX124 ガンダム TR6 ウンドオートサイコガンダム2ギガンティックアームユニット形態である。この機体は両肩部と両腰部に搭載された TR 計画の万能時空家と呼ばれるフレーム構造、ドラムフレームを用いた G パーツの完成形フレドド2を介することでサイコガンダムマーク2の腕部と脚部を装着。ギガンティックアーム、ギガンティックレッグと呼ばれるこの部位は前腕部を射出したオールレンジ攻撃に加えて打撃による近接格闘専用兵装、指部ビーム砲による5連装収束ビーム砲としての機能も併せ持つとともに、ギガンティックレッグは安定性を向上させるアウトリガーとしての役目を担うことになる。また両肩部と股間部にマウントされた3機のマルチウェポンコンテナユニットにはファンネルやインコムなどの遠隔誘導兵器に加えて防御用のアイフィールドユニットを搭載しており、サイコミュ兵器はバニスによって制御できるため一般パイロットでも使用可能となる。さらに背部にはダイダロスユニットと呼ばれる球体状の飛行ユニットを搭載しており、外見的な特徴としては旧ジオン公国軍がアプサラス計画によって開発したモビルアーマーアプサラスシリーズに搭載されたミノフスキークラフトに類似した形状をしているが、技術的にはサイコガンダムのモビルフォートレス形態時に使用されたミノフスキークラフトを TR シリーズ用に強化したユニットが採用されている。このダイダロスユニットは RX107 ロゼット強化陸戦形態での小型化実験試験運用を経て完成し、 TR6 の最終完成形 RX124 ガンダム TR6 インレ巡航形態にも採用。グリプス戦役終結後に勃発したレジオン建国戦争ではレジオン旅客仕様として複数機が生産され、インレのサイド部に乾燥用パーツとして搭載されることになる。 RX124 ガンダム TR6 クインリーフルアーマー形態。この機体は TR6 の超重装形態であり、機体上部に搭載されたウェポンコンテナが冠を連想させる仕様になっていることから女王クインリーの呼び名が与えられた。ガンダム TR6 クインリーにギガンティックユニットを装着した形態がクインリーフルアーマー形態である。このクインリー形態は複数のマルチウェポンコンテナに加えてハイメガキャノン、大型ウィンチキャノンを搭載したアドバンスド形態のガンダム TR6 ウンドウォートラー2をコアユニットとして両側にガンダム TR6 アドバンスドキハール2を接続している。これによって
3機分の強化ユニットを1つの機体に集約し、圧倒的な火力による殲滅力とダイダロスユニットを搭載していることで、陸戦運用も可能になるという汎用性を獲得した機体となっており、まさに超重装形態にふさわしいクインリー形態とギガンティック形態が一体となった本形態は TR6 における最高クラスの攻撃力、防御力を備えている。宇宙世紀0088 2月2日グリプス戦役末期に投入されたサイコガンダムマーク2は、強化人間ロザミア・バダムをパイロットにミノフスキークラフトのサブデバイスとなる専用シールドに加えて、遠隔誘導兵器の使用もままならない状態で撃墜され、アクシズ付近を漂流していたところをアクシズが回収。ネオジオンと名を変えたアクシズは、第1次ネオジオン構想中盤宇宙世紀0088 10月31日に改良を実施したサイコガンダムマーク2とパイロットとなるプル2を投入。サイコミュシステム、可変機構、ミノフスキークラフト、アイフィールドジェネレーター、高出力メガ粒子砲などあらゆる技術を搭載し、これだけの機能を強化人間の脳波コントロールと複雑なコクピットシステムのみで行うという非常に画期的ともいえる機体構造をしており、サイコガンダムマーク2の技術はティターンズからネオジオンへと渡り、宇宙世紀のモビルスーツ軍に大きな影響を及ぼす技術的革新をもたらす機体となった。以上、サイコガンダムマーク2の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。